皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。始まりの大地と同じ作りの建造物が遥か天空にも存在している可能性が出てきました。ブレスオブザワイルドスカイウォードソードのネタバレを含みます。お気をつけください。ちょっと前の動画でお話しした鉄の扉の件に進展がありましたのでお話ししていきます。前回の動画を見てない方のためにささっと簡単に振り返りますね。僕が鉄扉と呼んでいた漢字は一般的には鉄人を読むそうですね。鉄扉でも間違いではないらしいんですが、この動画では鉄人を読んでいきます。まず大前提として薬剤の黙示録作中にて始まりの大地の地下にゾナウ遺跡があるということが分かりました。そしてブレワイのフィローネの森の南ウボッツ大地という高い大地の池に周りにそれらしい建造物がないのに中に重い鉄の扉が落ちているってことで調べたら、始まりの大地の上黄泉の川の横にその鉄皮と同じデザインの扉の枠がありましたということでしたね。それがありえない高さにある池に落ちていることから、始まりの大地が飛行遺跡みたいなものでその上を通過した時に池に落ちたと考えられる。始まりの大地は飛べるということがほぼ確定したという結論にしていました。しかしもう少しハイラルを回ってみると、僕は全然記憶になかったんですが、どうやらハイラル中の鉄皮は始まりの大地の枠と一致するデザインとはまた違うデザインであることが分かってきました。それらの扉の模様とかは普段注意して見ていないので印象に残ってなかったですね。つまり他にも始まりの大地と同じ扉が落ちているところがあれば、そこは始まりの大地が上を通った場所と言えるんではないでしょうか。さすがにハイラル中を回って全ての扉を探し当てるというのは骨が折れるので、前回の動画にコメントを残したところ視聴者の方から情報をいただけました。フィローネ樹海ウボッツ大地の目と鼻の先にある馬宿レイクサイド馬宿で受けられるチャレンジに雷怖いというものがありましたね。馬宿に落ちる雷の原因を突き止めてほしいというお願いで、その原因は馬宿の象徴大きな馬のオブジェのてっぺんに木こりの斧が刺さっていたというものでした。こんな高いところに斧が刺さるなんて普通ではありえないんですけど、木こりの斧といえば始まりの大地で過ごしていたローム王の愛用品ですよね。始まりの大地のあちこちにこの斧が落ちていました。いつ落ちたというのはもちろんわかりませんけど、この馬宿に刺さっていた斧も始まりの大地から落ちてきたものなのかもしれませんね。そしてもう一件、ハイラル城にあの特殊デザインの扉があったと視聴者の方が情報をくださいました。その詳しい場所はハイラル城の図書室2階の通路ですね。近くの天井に穴が開いていることからそこから落ちてきたとも考えられますが、マスターワークスを見るとその穴は大厄災の後に開いたということが書いてあります。少なくともリンクが快晴の祠で目覚めるまでの100年間で始まりの大地が空を飛んでいたという記録はありませんので、辻褄が合わなくなりますね。年代はわかりませんが、もしかしたら黄泉の川横のあの枠と同じデザインの建築の別の飛行物体、または天空に留まっている遺跡から落ちたものであって、始まりの大地のものとデザインが一緒だというだけなのかもしれませんね。それにしても始まりの大地以外にはあのデザインが見つけられませんし、上から落ちてきたというのが濃厚っぽいですけど、探索していきますね。他のハイラルに散らばる一般的な鉄皮を見たら、ドアノッカーが始まりの大地デザインの扉のより高い位置にありましたね。扉の取っ手が見当たらないので、これが扉の取っ手なのかな。僕の家にはそういったものがないので気になって調べてみたら、人の目線ほどの高さにあるのが一般的なドアノッカーっぽいですね。じゃあもっとそれの位置が低いあの始まりの大地デザインの扉が想定する使う対象はもっと背の低い人たちということになるんですかね。ピッコル族はもっと極端に小さいですからちょっと違うかなと。ハイラル人の子供くらいの目線ですよね。と言いつつも時の神殿は一般的なハイリア人の身長を想定して作られていますし、関係ないんですかね。大きさについても気には留めておきます。薬剤の黙示録では黄泉の川付近には来れないですけど、100年前がどういう状態なのかとても気になりますね。また今回のことから8人目の英雄像の剣、忘れられた剣についての英雄像と同じ場所にあったと考えられるあれほど重い巨大なものが距離が離れていて、かつゲルド山頂とほぼ同じくらいという高さに横たわっているという謎も始まりの大地の扉と似たようなことがあったと考えれば少し納得がいきますよね。東ゲルド遺
石は飛んだんでしょうか。少し話は変わりますが、かなり前の動画、始まりの大地とハイラル大森林は移設していた説の動画でもお話ししましたが、視聴者の方に情報をいただいて、それはブレワイの森の馬宿にシャーメという少女がいて、天空のことを話すといったものがありましたね。良い子には見えるお空の国がある。私たちって遠い昔はお空の国に住んでいたんじゃないかなと話します。彼女は頼みを聞いてくれたらお空からもらった宝物をあげるとも話していましたね。この時もらえるのが星のかけらなんですが、これがスカイウォードソード作中の感謝の気持ちと形が似ていますよね。それが関係あるかは全然わかりませんけど、ブレワイ作中でも実は天空に遺跡がとどまっていて、彼女にはお空の国が見えていたのかもしれませんね。そしてこれも視聴者の方に教えていただいたんですけど、セカンド PV のハイラル平原のシーンではあるはずというかいるはずの方がいいんでしょうか。とにかく左奥に見えるはずのデクの貴様がいなくなってるみたいなんですよね。彼も空を飛びたくなったようです。コログ族はもともと飛べるので一緒に飛んでることとは思います。今まで作品によってマスターソードの台座が移動してるように解釈できましたが、その謎も少しは解けるのかもしれませんね。今回過去のハイラルに行ってるような様子から太古の昔からスカイウォードソードのようにあちこちの大地を浮かせられたんでしょうか。2つでワンセットになっているこの扉、始まりの大地の黄泉の川の横にワンセット、ハイラル城の図書室に片割れが1つということで、最低でもあと1つハイラルのどこかにあるはずです。謎の鉄皮の目撃情報をまだまだお待ちしています。7月3日の生放送までに目撃情報がなければ生放送で探しに行こうかとも少し考えています。ピローネ樹海が怪しいと睨んでいますけど、どうでしょうね。皆さんよろしくお願いします。というわけで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。